双子の妹が自殺未遂で入院した。その執拗にいじめた連中は病院までついてきて、自業自得だと嘲笑った。その後、私は妹と瓜二つの顔で学校に行った。いじめっ子たちは嬉しそうだったが、私はさらに嬉しかった。なぜなら、私は生まれつきの怪物で、この邪悪な思いを抑えられるのは妹だけだったからだ。これは妹の2度目の自殺未遂だった。今回は両親もためらわずに警察に連絡した。だが、刑事の面前でも、いじめの首謀者は得意げに反抗的だった。どこがいじめだよ？むしろ彼女が私をいじめてたって言えるじゃん。と叫ぶ。そうだわ。私の娘はそんな優しい子で、あり一匹傷つけないわと母親が加勢する。防犯カメラの映像を見ながら、この母娘の言い逃れを傍観した。一方、今朝まで元気に私に挨拶していた妹は、病院のベッドで虚弱に青ざめて横たわっていた。首謀者のゾーイは眉を上げて冷笑した。ビッチみたいなことするなら、ビッチ扱いするだけだ。単純だろ？どうする？刑務所に入れる？挑戦してみろ。そして妹に嘲笑うような顔をし、一筋の後悔や恐怖も見せなかった。ゾーイの母親は私の母親の目を見て、蔑みに満ちた眼差しを送った。すぐに目をそらし、舌打ちした。親ばかりめ。全く同じクズだわ。母親はさりげなく笑った。その笑い方を知っている母親は怒っていた。ゾーイの子分のミアは勇気を出したように妹を嫌悪そうに睨んだ。手首切るなんてつまんないわ。本当に死にたいなら18階から飛べばいいのに。それならバラバラになるに決まってる。なんで手首？結局死なないし、きっと私たちから金を巻き上げたいんでしょ？そうでしょ、ゾーイ？牛い人間はいつも大騒ぎするわとゾーイは鼻を鳴らした。具体的な証拠が不足し、ゼンが未成年だったことから、事件はゾーイの口頭謝罪で終わった。家に帰ると、私たちが大切に守ってきたお姫様は、ベッドで動かないように横たわっていた。体中に大小様々な打撲跡があった。両親と私は、それまで見過ごしていた多くのことにやっと気づいた。長い沈黙の後、私は言った。私が妹の代わりに学校に行く。両親は私の言うことを理解した。私が何をするつもりなのか分かっていた。私は振り返って浴室に入った。鏡には妹と全く同じ顔が映っていた。私と妹は双子だ。ほとんどの人は私たちを区別できない。両親でさえ何度か混同しそうになったことがある。リリー、妹はピンクが好きだ。リュック、文房具、寝具まで全部ピンクだ。一方、私は黒が好きだ。母親はよくリリーをからかう。自分で産んだわけじゃなかったら、どこかで拾った子だと思うわ。母親のジョークにも理由がある。私たちの家では、リリーが特別な存在だ。彼女は私たちと違う。生まれつき純粋で心の優しい子で、子供時代から私と両親によって心の注意を払って守られてきた。一方、私は生まれつき病気を持っている。他人には怪物だとみなされている。子供時代、私と遊んでくれるのはリリーだけだった。他人を守るため、両親は私に在宅教育をさせた。だが文句は言わなかった。リリーがいれば、決して孤独を感じなかったからだ。両親はリリーは家族で一番守るべき存在だと言った。それで、私は幼い頃から影からいつもリリーを守ってきた。だが、高校に入学してわずか1年で、リリーがこんな目に遭うとは想像もしていなかった。医者はリリーの感情に注意しなければならないと言った。私はリリーの額に手を置き、囁いた。
リリー、お姉ちゃんが必ず仕返しをしてあげる。その瞬間、耳障りな電話の着信音が沈黙を破った。リリーの顔は紙一重に青ざめた。耳を覆い、叫び出した。私は電話を取り、メッセージを開いた。動画が送られてきていた。中には、浴室の蛇口の下に押さえつけられたリリーが映っている。濡れた髪が頬に張り付き、水を飲み込んで顔が赤く腫れ上がっていた。背景には加害者たちの激しい笑い声が響いている。また彼と話したら顔をガサガサにするわ。その時はクラスの男たちを誘惑する気でもあるの？動画はいじめっ子のこの脅しで終わった。怒りが胸を破裂させそうだった。しばらく目を閉じ、電話を切った。リリーは歯を鳴らしていた。彼らは私の裸の動画もたくさん撮ったのとハキハキと言った。私はリリーの髪を撫で優しく見つめた。お姉ちゃんを信じてる？リリーはうなずいた。私はドアを開けて裏庭に出、くわで休耕地に小さな穴をもう一つ掘った。すぐにここにも新しい仲間が加わるだろう。近くには罵声と嘆願の声が聞こえてくる。雷に打たれて死ね。ひどい死に方をするぞ。私は妹のリュックを背負った。これからは私がリリーになる。もうエマ、私の名前ではない。教室に入るとすぐに本が顔に向かって飛んできた。私は軽々と避けた。ゾーイの朝食は？死にたいの？ゾーイの手先のミヤだ。動画の中で一番大きな声で笑っていた子だ。他人をいじめることで変な快感を得ているらしい。私は彼女を無視し、まっすぐ妹の机に向かった。木製の机の表面には、ビッチスラットといった侮辱的な言葉が彫られていた。自分専用の言葉を鑑賞してるの？飽きないの？顔に彫ってあげる？ミヤは冷笑しながら見下ろすように近づいた。細い目をさらに細め、悪意深い笑みを浮かべた。いい首位だわ。ゾーイも喜ぶわ。血管の中で何かが膨らみ始め、だんだん沸騰して全身に広がった。抑えられないし、抑えたくもなかった。ミヤの笑顔を見ると、さらにイライラした。素早く前に進み、右腕を振った。大きなスラップの音が教室中に響き渡った。彼女の顔にははっきりと指紋が浮かんだ。お前、私を殴るなんて？ゾーイが戻ってきたら、お前の終わりだ。声は突然甲高くなり、まるで声帯に雷が打ち込まれたかのようだ。ちっちっち他のクラスメートたちは、私が彼女を殴るとは思わなかったらしく、笑顔がすぐに凍りついた。私は目を細めた。どうしたの？笑わなくなった？彼女がじて反応し、手を挙げて反撃しようとしたとき、授業のベルが鳴った。彼女は悪地に私を睨み、席に戻った。私はリュックを机の中に押し込んだ。中はベトベトして湿っている。様々なスナックの油汚れがいっぱいで、吐き気がする匂いが漂っていた。すぐに担任の先生が入ってきた。最初に私を見て、リリー、授業が始まったわ。どうして座っていないの？と言った。ゾーイたちが机の中にゴミを詰め込んでいました。椅子にも接着剤が塗られています。私は彼女の表情がだんだん硬くなるのを見た。ゆっくりと目を上げ、冷たく鼻を鳴らした。ゾーイがあなたを標的にしてるっていうの？私は話さず、ただ黙って彼女を見つめた。彼女は冷笑した。そんなことあるわけない。ゾーイは学年1位の優等生だけど。なんであなたを標的にするの？ゾーイは今日休みだけど、根拠のないことで彼女を中傷するのは許さないわ。ミヤは得意げに私を見て、少しうなずきながら小さく笑った。リ先生、
きっと彼女はゾーイの成績がいいのを病んでるんでしょ。先生たちはみんなゾーイがクラスの優等生だと知っています。座りなさい。授業を聞きたくないのは構わないけど、他の生徒に迷惑をかけるなり先生は私を睨んだ。私は机を押し倒し、中身を床に散らばらせた。ゴミが露出し、床に油汚れが広がると、周りから驚きの声が上がった。ミアは激しく私を睨んだ。もしかしたら、お前が食いしん坊で汚いんじゃないの？スナック食べてゴミ捨てないで、今さら私たちに在籍せようとしてるの。李先生は思いやり深そうにうなずいた。ゾーイはそんな子じゃないと思うわ。本当に標的にしてるのなら、どうしてそうなったのか考えなさい。なんで他の人じゃなくてあなたなの？言うまでもなく、喧嘩には二人がいるものだから。私は一気に前に駆け出した。鮮やかなスラップの音が教室に響いた。私は担任の先生を蔑みながら見た。李先生、片手でもこんなに大きな音が出るのを聞いて。誰も私がこんなに大胆になるとは思わなかった。担任の先生さえ唖然としていた。私の行動は必然的に彼女を激怒させた。顔が真っ赤になり、首が膨らんで爆発しそうだった。リリー。あなたが先生に手を出すなんて。もう学校行く気ないの？すぐに両親に電話するわ。家に連れて帰ってもらう。ここで教育を受ける必要はないと思うわ。すぐに母親が学校に来てくれた。私を見ると、かすかに笑った。まるで監督校と言いたげだ。教務室では、担任の先生が母親にたくさん愚痴をこぼし、私がどれほど手に負えない、無礼な生徒かを強調した。先生として、たった一言言っただけなのに、あえて殴るなんて？長年教えてきたけど、こんな無礼な生徒を見たことがないわ。母親は少し頭をかしげ、深い嫌悪感を浮かべた眼差しで彼女をわかいた。李先生、それが間違いですよ。なぜリリーが他の先生ではなく、あなたを殴ったのか？自分の問題かもしれないと思ったことはありますか？この言葉は耳なしだった。私は笑った。担任の先生は母親の笑っているようで笑っていない表情を見て一言も反論できなかった。最後に彼女は言った。校長先生に会いましょう。こんなダメな生徒を雇うか、私のような先生を雇うか、校長先生に決めさせましょう。いいですよと母親は同意した。校長先生に会うと母親はすぐに手を伸ばして握手した。こんな小さなことで校長先生にお騒が。